どうもこんにちは。藤井武雄です。今回は AB テスティング AI、このツールを使って AB テストをしていきます。サンプルとして今回はですね、私のウェブサイト、じゃあ今回はこのページにしましょうか。私のプロフィールページ、こちらを AB テストしていこうかなというふうに思ってます。AB テスティング AI のダッシュボード、一番最初のページがこれなんですが、この真ん中にあるここにですね、自分のページを AB テストしたいページを入れて次へをクリックします。特に今回別に、このページをですね AB テストしたところでどうっていうことではないんですが、実際にどういうふうにですね AB テスティング AI を使うと、AB テストができるのかってところを見ていただければ幸いです。はい、このようにですね、AB テスティング AI を使うとですね、自動的にテストで検証するポイントが表示されます。今出てきているのが一つのエレメント、要素です。ヘッドラインって出てますね。これはいわゆるページのここの部分です。これを検証してみたらどうでしょうかっていうことを AB テスティング AI で提案されました。で、勝手にもう文字が入力されてるんですけど、例えばこういうふうにですね、文字を置き換えた場合にですね、オリジナルの文章がこれだとしたら、置き換えた場合にどういうふうに反応が変わるのかってことを検証することができるということです。もちろんこれはですね、新しい文字を追加したりできますね。例えばこういった文字を入力するとですね、自分が検証したいテキストを入れることができます。こんな感じですね。で、さすがに1箇所だけしか、AB テストを使えないっていうのはおかしな話なんで、さらにですね、AB テストする場所を探してみようかなって思います。こちらからボタンをクリックすると、さらに検証する要素を見つけることができます。例えば、このサブヘッドですね。こちらを検証したい場合は、この要素を指定してクリックします。で、ここにエレメントのパス、そこまでの、パスが出てくるんで、確認をして、あとは指定するということです。こうすることによって、さっきのこの場所ですね、このサブヘッドを AB テストの検証の一つに加えることができます。はい、こんな感じですね。ちょっと文字が長すぎるんで、例えば文字が長すぎるとどうしてもちょっとレイアウトが崩れてしまうんですよね。これも多分ちょっと文字が多すぎるのかなって。こんな感じにレイアウトが崩れてしまうんです。なんでもう少し短く、簡潔にまとめましょう。元々のテキストが小さな起業家のための向けのウェブマーケティングなので、例えばこういった小さな起業家ではなくて一人起業家っていう風に変えた場合、こんな感じですね。はい。どういう風に反応が変わるのかとか、さらにテストすると、例えばこんな感じで追加することができると。様々なパターンを追加していくことができます。あとは例えばですね、違う要素を選ぼうかなと思うんですけど、例えばこのボタンを、検証結果に加えてみましょうか。そうするとですね、表示されましたね。Call to Action って書いてます。これは、例えばですね、ボタンの色を変えることができます。オリジナルが、濃い青色なので、じゃあ例えば赤色にしましょうか。とか、緑色にすることもできますし、黒色に設定することもできると。こんな感じですね。はい。そうですね。オレンジ色に設定して。何してるかっていうと、オリジナルのボタンの配色が青色なので、例えば赤色で AB テストをすると、こういうふうにいろんな色でテストをすることができるということです。特にレイアウトの崩れとか CSS の崩れが見られないんで問題はない感じですね。あとは例えば、書いてるボタンの文字を変えることができます。もともとがサービスはこちらっていう文字なので、シークレットはこちらとか、こんな感じでですね、好きな文言に変えてテストすることができますと。サービスはこちらというオリジナルの文言を詳しくはこちらとか、もっと見るとか、より多く見たいとか、こういった好きな文言で変えて実際にテストできると。ボタンに関してはこうやってボタンの色を変えたり、文言を変えることができるということなんですね。で、こういうふうに AB テストで検証したい要素を指定した場合にですね、最終的に NEXT をクリックします。はい、次の画面が出てきました。これが3つ目のステップですね。Choose your conversion goal っていう風に書いてます。つまり、あなたにとってどこが制約ですかと
どこが目標ですかっていうことを定めます。今、オートマティック、自動ということで、AB テスティング AI から、このボタンがクリックされたところがゴールだよって、それをそうしないかっていうふうに提案されてますね。つまり、このボタンがクリックされたら制約したって見なしてはいかがかなということを AB テスティング AI から自動的に推奨されました。で、こういうふうに自動的に推奨されたものを使うこともできますし、あとはターゲット URL、3級ページなんかを作って、3級ページに到達した段階でコンバージョンしたっていうふうに見なすようなことを設定することもできると。あとはマニュアルで設定することもできます。今回はオートマティック、AB テスティング AI が提案してきた、このボタンがクリックされたらコンバージョンしたって見なすと、それに乗っかろうかなと思います。で、ここがコンバージョンのゴールだって決めたら、NEXT をクリックします。はい、最後のステップですね。インテグラレーション。統合って意味ですね。つまりはこれで AB テスティング AI で AB テストの準備は完了しました。あとはこの完了したものを実際に導入するために、統合してくれっていうふうに出てます。やることは簡単です。この中にあるものを好きなものを選んでですね、連携させるっていうことです。JavaScript でこのスニペットをコピーして、サイトのヘッドの部分に貼り付けるってこともできますし、WordPress をお使いの場合はですね、WordPress を選んで、WordPress のプラグインを、サイトにインストールするだけで結構です。何をするかっていうと、要はですね、この AB テスティング AI で作った AB テスト、これを実際に作動させるために、こういったことを設定をしなくちゃいけないと。統合しなくちゃいけないっていうことなんですね。で、私のサイトはすでにですね、AB テスティング AI をプラグインとして入れています。こんな形ですね。なんで、これで大丈夫かなっていうところで、インストールして、有効化して、あとは確認をすると。実際にこういったプラグインがサイトにインストールされているかどうかを確認するということでボタンをクリックします。そうすると、このインテグラレーション、しっかりと統合されているかどうかをチェックされます。はい、このようにですね、結果が出てきました。さっき作った AB テストのいくつかのバリエーションが自動的に制作されました。オリジナルが、元々がですね、これですね。こういう感じになってます。モバイルだったらこういう風に表示されると。で、いくつかバリエーションが作られてるんですが、例えば、こんな感じだとボタンの色が変わってますよ。元々の色がですね、濃い青色だったと思うんですが、こういう感じに表示が変わると。あとは、例えば、バリエーションの4で言うと、はい、文字が変わってますね。ちょっと見てみましょうか。こんな感じです。元々がこれだったのが、こういう風に変わると。で、ちゃんとモバイルでもこういう風に変わってます。で、あとはですね、こういった文字が変えたりとか、それぞれのパターンっていうのが制作されるわけです。作られるわけですね。で、いくつものパターンが、作られています。ボタンの色が変わっていたりとか、文字が変わっていたりとか、で、こういったものをですね、一つ一つ、自動的に AB テスティング AI が AB テストで検証してくれます。で、結果的にこのいくつかのバリエーションを競わせていく中で、高い制約率を叩き出す、結果、その結果をどんどんと、蓄積していって、結果的にどの AB テストの結果が一番制約率を叩き出したのか、これを、自動的に判定してくれるっていうようなものなんですね。で、現時点では、この5つの、ものをですね、検証しているんですけども、例えば、バージョンの1が制約率低かったら、また別のバージョンの1が追加されて、それで再度競わされると。で、バージョン2が低かったらバージョン2新しくなって、さらに検証されると。で、どんどんとこの競わせていくことによって、結果的にどのページが制約率高いかってことがもう明確になっていくっていうことなんですね。なので、この AB テスティング AI を使うことによって、もういとも簡単に、各ページの AB テストを、行うことができると。非常に便利です。はい。もう見ての通り、日本語でも使うことができる AB テストツールですので、ぜひですね、一度使ってみていただきたいなっていうふうに思ってます。この AB テスティング AI のプランをご覧いただいた方も多いと思うんですが、プライシングですね、この料金なんですが、無料から使うことができますと。0円で使うことができますので、で、これでですね、ある程度結果を見て満足をしていただいたら、さらにスタータープランにですね、アップグレードしていただくっていうのが一番適切なのかなと。で、さらに必要であれば、もうどんどんアップグレードしていけばいいんですけど、基本的にですね、最初は無料プランから使っていって、私も現在スタータープラン使っています。ので、
スタータープランでもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね。で、自由にいつでもですね、この AB テスティング AI の課金はキャンセルすることができます。特に強制されることはないんで、安心して使っていただきたいなっていうふうに思います。非常に便利なツールですので、ぜひ一度使ってみてください。まずは無料からお試しください。どうもありがとうございました。